さんこんにちは。視点 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第5回1970年は暴力というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1969年という時代、ベトナム戦争は激化し、若者は団結して反戦運動をしていました。前々回では語れなかった側面ですが、この頃の若者たちの運動は国際的な反戦運動と連動しており、日本政府による間接的な戦争協力に対する反対運動としての側面がそこにはあり、不当な暴力に対して異を唱えるという正当的な動機がありました。それでは暴力とは何かですが、これは人あるいは生き物の意に反することを強制する力と言えます。それには物理的あるいは心理的な側面があり、他者の生命や財産を侵害します。その究極的な帰結が死ですが、暴力の本質はその強制力にあります。人間が生来与えられた権利として自由権がありますが、その権利を奪うという意味で暴力は悪です。しかしながら過去暴力が禁止された事例はありません。どういうことかというと、古来より人々は外敵から身を守る手段として暴力を用いてきました。これが戦争です。戦争は建前として必ず仲間を守るという名目で布告されます。また、国家が暴力を独占することで、国の定める法律やその他の決まり事は効力を持ちます。警察官の言うことを人々が聞くのは、警察官が偉くて立派だからではなくて、彼らが暴力を主権者たる国民から異常される形で保有しているからです。ポリコーはピストルを持っているから威張っているんですね。補足すると、主権者から異常される形で我々の生命、財産を守るため暴力を独占する警察官は、例えば市民が特定の政党の演説に対してデモ行為を行うといった当然の権利を、あたかも政府を守るために制限するような低能である場合、我々市民は不幸であると言わざるを得ません。このように暴力の存在は公然のことで、それは人間が存在する限りなくなりません。しかしそれは注意深く管理されなければならないものです。それでは以上のことを踏まえて1970年という時代を追っていきたいと思います。まず3月に淀号ハイジャック事件が起きます。これは赤軍派を名乗る団体が共産主義革命を世界同時規模で起こすために一番近い共産主義国家である北朝鮮に向かった事件ですが、この実行犯の中に裸のラリーズの結成メンバーである若林盛明さんがいます。第3回で語ったように、革命というものが若者にインプットされた状態で、実際に組織化して革命を試みたものの、思うように成果が出ない中で活動は過激になっていきます。統治機構を変えるためには民主的な手段で長い段階を経るのが遠回りなようで一番の近道です。もし仮に統治機構だけが変わっても中にいる人間が変わらなければ結局は真の革命とは言えないでしょう。これは私の個人的な直感ですが、一部の人間が創造した社会プラットフォームには人々はついてこられないわけで、人々が真に変革が必要だと欲した時にのみそれは起こるわけです。それが例えば食べ物がないために起こったフランス革命であったり、あるいはジョージ・オーウェルの小説1984年では最も虐げられ無力で愚鈍で無能な非差別階級の人々が起こす暴動によって社会が変わったということが、その小説の後の長い注釈書によって明らかにされます。統治機構が変わるというのはそういうことで、人民は極限まで虐げられ地に落ちるところまで落ちてようやく変革が落ちるのではないかと私は考えます。そうした考えは近年ではニックランドなどの加速主義と通じていると思いますが、勉強不足で現状加速主義について詳しく言及はできません。それではなぜハイジャックに至ったかを考察していきたいと思います。それは端的に言えば国内の活動に行き詰まったからだと思います。人間は物事がうまくいっている時には暴力的手段は取りませんし、ハイジャックは武器を用いて自分の主張を押し通していますので、明らかに暴力的手段です。結果的にハイジャック犯の方たちは北朝鮮に受け入れられましたが、世界革命どころか北朝鮮政府によって情報発信もままならない状態が何十年も続きました。結果を見てもこの手段はうまくいかなかったと言えるでしょうから、別の手段を取った方が良かったでしょう。近年、若林盛明さんはあのような手段を取ったのは間違いだったと語っています。我々は彼のそうした発言を重く受け止め、その発言に至るまでの経緯に思いを馳せながら未来への糧としていく必要があるでしょう。
また、この年の11月に三島由紀夫さん率いる盾の会による自衛隊市ヶ谷駐屯地で総監を人質に取り、バルコニーで演説した後に滑腹するという事件が起きます。この件に関しては、小室直樹さんの著書三島由紀夫が復活するや、若松浩二さんの映画自決の日三島由紀夫と仲間たちなどで考察がなされています。そこに至るまでの経緯やその動機については語るのはあまりに長くなるので割愛しますが、私が言及しておきたいのは、小室さんも若松さんも三島由紀夫さんの小説英霊の声の中の一節、などてすめらぎは人となりたまえしかという言葉に着目しているということです。これは訳せば、どうして天皇は人になってしまったのかです。原点を引けば226事件における天皇の振る舞いと日本の敗戦時の天皇のいわゆる人間宣言についての言及です。ここで考えたいのは、226事件において決起した青年将校たちは何を守るために暴力を行使したかということです。当時の人々は飢えに苦しんでおり、そんな中でも政治家は暴利を貪っていたという現実があって、人民を守るために行動派青年将校は決起したというのが通説です。しかし当時唯一法理を超越する権限を持っていた天皇は、誰よりも法理を重んじる方であったわけで、それゆえに青年将校たちが信じた神としての法理を超えた恩情ではなく、厳罰をもって臨んだことによって起きた悲劇への慟哭が戦術の言葉につながるわけです。結果として統制派がヘゲモニーを握ったことにより、さらなる悲劇へと突き進むわけですし、天皇が神でなければならなかったのは、それが戦争でプロパガンダとされたためでもあります。三島さんの戦術の言葉は、それを素朴に信じて死んでいった人々への眼差しから来ているのではないかと語るに留めておきます。そうした事件のある1970年初頭、水谷さんは久保田誠さんなどと協力してアコースティックで非常に内省的なレコーディングを残しています。この時期には一旦裸のラリーズは解体されていたというようなことが久保田誠さんのインタビューで確認されています。これが水谷として後に発表されますが、その中で朝の光という曲があります。これは久保田さんのアルバム待ちぼう系の中でもほとんど同じアレンジで歌われているんですが、裸のラリーズの曲の中で唯一朝という言葉が出てきます。逆に夜は裸のラリーズにとって非常に多いモチーフですが、コード進行もメジャーで希望を感じる曲なんですね。森田童子さんの雨のクロールという曲のように、モノクロの世界に咲いた愛らしい一輪の花のような曲です。森田童子さんもまた非常に日本的としか言いようのない美を体現したような歌手だったわけで、今後言及したいと思っています。このように1970年は革命ですとか若者の運動の行き詰まりと巨大な暴力、つまり戦争の問題、戦後処理の問題を喉元に突きつけられたような時期だったわけです。そして運動に関して水谷さんが疲れちゃったと言ったということも久保田さんのインタビューでは言及されています。そんな中でもレコーディングはしているし、まだ希望や意欲はあったということですね。またそうした時期のレコーディングが内省的なものだったというのは、まさに水谷さんの心象風景の表れだったのではないでしょうか。またこれは打足ですが、しばしば裸のラリーズや一部のノイズ音楽に対して暴力的と形容されることがありますが、それは全く当たりません。音楽ですから、聴衆は会場から出たり停止ボタンを押すことでその音楽を聴かないという選択ができます。暴力は強制力が本質ですので対極にありますね。どれだけ音が大きかろうが、鼓膜が破れようが、それは聞く側が選び取ったことですので、暴力とは無関係ですね。今回は第5回1970年暴力でした。非常に重いテーマですので言葉を選ぶところもありますが、歴史においてこれを避けることはできません。暴力に関してはまだ非常に重要な部分が残っていますので、それは次回に回したいと思います。次回第6回1971年は敗北というテーマでやっていこうと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは坪内和夫でした。